回は飛行機モデラーが楽しめるゲーム紹介シリーズ第2弾となるのだ。いつの間にシリーズ化。今度は何を紹介してくれるの？アドバンスド大戦略の前作となるスーパー大戦略を紹介しようかと思います。前回ちょっと触れてましたね。そうそう、順番的にはこちらが先でしたが、アドバンスド大戦略の方が熱量がありましたもので。なるほどね。前回も少し触れたけど、このゲームは1989年に発売されたウォーシミュレーションゲームとなる。プラットフォームはメガドライブね。そうそう、こちらはパソコンからの移植となる。確かパソコン版スーパー大戦略を移植したんだけど、実際には大戦略2がベースとか言ってたわね。そうそう、完全に開発者の趣味らしいです。家庭用に移植する場合は簡素化するもんだけどね。これが逆でパワーアップして移植されたオリジナルに登場しない正規空母や輸送列車まで登場した。なるほど。当時のパソコンはグラフィック能力が低かったので、メガドライブ版スーパー大戦略を最良と評価する人もいた。同時代の中でってことね。電源入れるといきなり発艦シーン。イントルーダー。A6 イントルーダーですね。渋いチェイス。普通なら F14 トムキャットですよね。これも開発者の趣味ですか？そうかもね。まず簡単なゲームシステムを紹介していくのだ。お願いします。スーパー大戦略はターン制のウォーシミュレーションゲーム。最大4人で遊ぶことができる。なるほど。選ぶマップによっては2カ国や3カ国なのね。一応選んだマップで生産国が設定されてるけども、自由にカスタマイズして遊ぶこともできる。初期配置なしにすればってことね。生産国の種類はアメリカ、ソ連、イギリス、西ドイツ、フランス、イスラエル、日本、中国、東側諸国、NATO、ワルシャワ条約機構、初心者の12種類。最後、国じゃないわね。それぞれの国で生産できる兵器の特徴があるので、それは後で詳しく説明するのだ。ふむふむ。それでゲームの目的なんだけど、そこが重要ですよね。基本的には敵の首都を占領、もしくは全てのユニットを破壊で勝利となる。アドバンスド大戦略では爆撃機でのスト破壊がありましたね。スーパー大戦略でも爆撃機はある。だけど首都の耐久度を削るだけ。最後の一押しは歩兵の役目となっているのだ。ただ都市や空港などは破壊できる。なるほど。ちなみに兵器生産は首都の隣接したマスト、首都近辺の都市や飛行場、港、工場となる。これらを自軍ユニットで抑え込んで、最後の最後で首都に歩兵を送り届ける。最後の決め手は歩兵ってことね。さらに詳細なシステムを紹介します。今までのは基本的な勝ち負けのルールね。勝つために重要なのは軍資金を得ることなんだけど、兵器生産にはお金が必要ですからね。軍資金と同じくらい重要なのが工業力なんだ。工業力？兵器を生産するには軍資金の他に生産能力が必要。それが工業力。お金だけあっても生産能力がなければ作れないってことね。軍資金はターンごとに収入があり、使わなかった分は溜まっていく。けれどもこの工業力はたまらない。毎ターン入ってくる工業力しかないのね。残しても使った分が次のターンに回復するだけ。なので工業力を上げる必要がある。マスの種類で工場があるので、工作部隊で工事をして耐久度を上げる。耐久度が上がると得られる工業力も上がるのね。一つの工場で最大250まで上がります。同じように都市を工事すれば得られる軍資金も増えるのね。そうなのだ。このゲームは都市や工場の奪い合い。奪った都市や工場は工作部隊でどんどん工事する。そうすることで収入と生産能力を上げて作れる兵器も充実するのね。次は主要各国の兵器を紹介するのだ。それぞれ個性がありそうね。その前にこのゲームは初期状態では登場しない最新兵器があるんだ。最新兵器？裏コマンドを入れると解放される。最新兵器って言っても1989年現在の話なんだけど、今回の兵器紹介は最新兵器含めってことね。そうなのだ。まずはアメリカからなのだ。お願いします。まず航空機はこんな感じなのだ。F4 から FA18 まで揃ってますね。F117 もあるんですね。この国は正規空母と巡洋艦が作れる生産国。それと戦略爆撃機も生産できる。 B52、B1、B2 とあるのね。ヘリも充実していて、 AH64 アパッチや UH60 ブラックホークをはじめ当時開発中だったオスプレイも生産できる。 UH60 は武装変更でヘルファイアを装備できるのね。兵員輸送後の歩兵支援に期待できるわね。
そして地上部隊なんだけど、ふむふむ。 M1A1 やブラッドレーなどは当たり前なんだけど、反則的に強い ADATS が使える。基本的には地対空ミサイルだけど、対戦車ミサイルとしても使えるのね。次はソ連なのだ。まだソビエト崩壊前だったのね。ソ連の航空機は MiG-21 から MiG-31 までの MiG ファミリー、さらに当時の最新鋭機であるフランカーまでと多彩。攻撃機はスホーイ17からスホーイ25までね。戦略爆撃機も持っている。ブラックジャックとバックファイアが作れる。なるほどね。ヘリはどうなの？ハインド、ハボック、ホーカムと生産できる。ハインドは兵員輸送も可ですね。正規空母と巡洋艦を生産できるんだけど、艦載機がフォージャーしかないので空母運用に何ありかな。地上部隊はどうなの？ T62 から T64B、T80 と続くけど、西側の主力戦車に比べると見劣りする。ソングスターなる地対空ミサイルを装備してるので、対戦車ヘリも反撃に合う可能性があったりと特徴的な部分もあります。 T54 と T72 はないのね。 T54 は東側諸国と中国、T72 は東側諸国とワルシャワで生産できる。 T72 は輸出用って扱いなのね。次は西ドイツなのだ。ふむふむ。なんといっても EFA が生産できること。 EFA。 台風のことです。この頃はこう呼んでました。イギリスでも生産可能なのね。それと最強戦車と言われるレオパルド2が作れることかな。ウクライナで大活躍してる戦車ね。次はフランスなのだ。お願いします。フランスは正規空母が生産できるのが特徴。艦載機はラファールとなる。これも最新兵器扱いね。巡洋艦も生産できるのね。ただ主力戦車がパッとしないんだけど、自走砲の AUF1 は非常に優秀。そうなのね。このゲーム視界率ってステータスがあるんだけど、普通の自走砲は1回なんですが AUF1 は2回となっている。つまり相手に2発砲弾を撃ち込めるんだ。視界率が1回だと1発ってことね。そうです。2回攻撃ってことですね。次はイギリスね。西ドイツでちょっと触れているけど EFA が生産できます。なるほどね。水上艦はヘリ空母が生産できる。ハリアーを運用できるので良き。ちなみにハリアーは補給車からも補給できるのね。地上部隊はチャレンジャーやチーフ10などが生産できる。総合的に見るとチャレンジャーが一番ステータスの良い戦車になるのね。そうそう、地防御が一番あるからね。次は我が国ね。戦闘機は F15 が生産可能なので安心。高ければ F4 や F1 でしのぐしかない。残念ながら FSX は入っていない。 FSX は F2 支援戦闘機ね。水上艦は少ししょぼいかな。駆逐艦という名の護衛艦でしのぐしかない。ヘリもコブラと色恋、チヌークですか。戦車も61式、74式と生産できる。90式も最新鋭で生産できるけど、このゲームでは89式となっている。なるほど。次は中国なのだ。最近は軍拡が止まらない国ね。1989年現在の兵器となっている。正直言って弱い。この30年でどれだけ軍拡したのか分かってしまいますね。戦闘機は MiG-21 と J8 となるのだが、正直変わらないのでお好きな方で大丈夫。 J8 ハ MiG-21 を総発化した機体なのにね。地上兵器はトラックが大活躍。特にロケット自走砲の BM21 は優秀。ソ連とかワルシャワでも生産できるわね。この兵器はトラックに多連装ロケットを積んだ車両。視界率が2回なので2回攻撃が可能。しかも安いので大量投入ができる。コンピューターも BM21 を大量投入してきますよ。それと水陸両用戦車の PT76、こいつもプカプカ海を渡ってくる。海の上で燃料切れて立ち往生パターンもありますけどね。隠し兵器にも触れておきます。隠し兵器？このゲームセガゆかりの兵器が登場しますが、全て裏技コマンド入力の隠し兵器です。どの国でも生産できるのね。そうそう、ちょっと紹介すると、セガの名作アクションゲームザ・スーパー忍びから忍び部隊。忍術が武器なのね。そしてアーケード対艦ゲームのサンダーブレードからサンダーブレード。ヘリなのに対空能力が長けているわね。同じく対艦ゲームアフターバーナーから F14WX。 機関砲の弾数99発って。最後も対艦ゲームギャラクシーフォースからギャラクシーフォース。1機 2500G って高い。以上です。家庭用ゲームなのでお遊び要素もありました。最後にまとめなのだ。
今回は飛行機モデラーが楽しめるゲームとしてセガのスーパー大戦略を取り上げた。1989年の段階で派手な戦闘シーンもあり評判が良かったってのも納得ね。このゲームに付属していた兵器カタログも秀逸だった。これね。パッケージの箱の爪に挟んで収納するんだけど、説明書と兵器カタログの2冊セットでパンパンだったな。このソフトの次回作がアドバンスと大戦略なわけね。そうそう、最初は現代兵器だと思っていたので第二次世界大戦と聞いて違和感があったんだけど、東京おもちゃショーで展示されたデモを見て不満と不安が払拭されたのを覚えています。現代版の次回作って結局なかったの？メガドライブのパワーアップメカメガ CD で企画されていたと思うけど、いつも間にか消えてしまった。スーパー大戦略 3SCD ね。湾岸戦争が題材だったとか。そうですね。セガの大戦略はセガサターンまで待つことになるわけです。ああ、ゲームギアでも出てましたよ。それは本家システムソフトなので。ではでは、動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。では、バイバイ。